本州に唯一存在する北海道大学の研究施設、和歌山研究林。温暖で雨の多い緑豊かな森です。1925年、本州で盛んな杉やヒノキによる林業を実践的に学ぶため設置されました。7割以上は人工林ですが、中には手つかずの天然林もあります。森の中を伸びる4本のモノレールが人や資材を運びます。林長の中村正弘先生、このモノレールで森を案内してくれるそうです。はい、どうぞ。このモノレールはですね、789メートルの延長になってます。で、結構厳しいところですので、そういう厳しいところを登っていくのに比較的容易に登れるようにこのモノレールが作られてます。湿度が高いため岩は苔で覆われています。ここ大森山保存林は設立当初からほとんど人の手が加わっていません。スダジイやアカガシなどが生い茂る天然の照葉樹林を維持しています。木漏れ日が降り注ぐと森全体が緑色に輝きます。急峻で岩がゴツゴツしたそういう山ですので、それでこのモノレールを作ってで、山に入れるようにしました。やっぱりモノレール自体も楽しいですし、それが森の中で入れるっていうことで、子どもたち小学生から中高校生、一般の市民まで大変喜んで、もともとの和歌山の森っていうのはこういう形だよっていうのを知ってもらうところかなと思いますね。そういうところは多分少ないと思うので。この辺りに手つかずの針葉樹もあるそうです。高山木保存林は天然林、人の手の加わってないところですね。天然に更新してこういうふうにできた森になります。こういう貧栄養なところ、厳しいところでも生えることができる木なんでしょうね。材として切っても運ぶことができなかったので、それで残ったっていうことだと思うんですけど。香りの良い高山木、かつて和歌山研究林のお風呂にも使われていたそうです。1927年に建てられた和歌山研究林の庁舎。この辺りではひときわ目立つ洋館です。で、ここの設計はですね、当時の札幌キャンパスの建物を設計してくださった方が、このように設計されたので、この和歌山のこの周辺ではちょっと珍しい木造の洋館になってます。歴史的建造物として2013年に国の登録有形文化財に指定されました。これは昭和初期の頃、輸送手段が重力に頼った輸送手段で川に流してですね、丸太を下流の方まで運んでました。炭をこういうふうに窯で作ってて炭になりましたよと、そういう写真になります。続いて標本室を見せてもらいました。こちらが和歌山研究林の中ですとか、周辺の地域で車にひかれたりとか不慮の事故などで死んでしまった哺乳類をですね、ちょっと標本にさせていただいているところになります。標高が低いところから高いところまで、その多様な飛行体、植生、いろいろな自然環境にリンクするようにこういった昆虫層も非常に多様なものが確認されています。とにかく雨が多い和歌山研究林。年間降水量はおよそ3500ミリに達します。そのため土壌の栄養が豊富で植物が育ちやすい環境です。雨の日も大学院生たちにとっては休みではありません。データの整理に追われます。鹿の死骸が森林生態系にどのような影響を与えるかというものを調べています。鹿というのはその森の中を
いろいろ歩き回ったりとか走り回ったりしていろんな栄養を集めたりしている。で森中の栄養を集めたその体が死んだ時に、土に帰るっていう過程で森に放出されるっていうことになるんですが、物質の流れですね、物質循環が人工林、人間が木を植えた人工林とその自然な天然林とでなんか違いがあるのかなというところを、特に気にして調査しているという。高木さん、回収した自動カメラの中に思わぬ発見がありました。ツキノワグマです。さまざまな動物が森の循環に関わっていることがわかります。かつて植えた杉やヒノキは伐採すべき時期に来ています。しかし今の時代、人工林を維持するのはコストがかかりすぎるという問題があります。そこで間伐したエリアを広葉樹を中心とした自然に戻す研究が進められています。広葉樹の森だともともとあった森なので手入れをしなくてもいいと。木材生産としてはちょっと生産性落ちるんですが、防災機能とか水源寛容力とか生態系サービスですね、そういうものはそれなりに発揮してもらえるような森にしようということで、そういうその新古根高林にしていく政策があります。井口さんは伐採地を広葉樹の森に戻すことで森林の安定性を高める研究をしています。その数百年、数千年、数万年っていうスケールで見ていくと、いろんなインパクトというかアクシデントがあるわけですよ。例えば台風が襲ってきたりとか、病害虫が発生したりとか、そういう変動に対して一定の安定性を示せるっていうのがまず多様性の大きなメリットの一つだと僕は考えてますね。で、例えば杉ヒノキだけしか植わってない森林だと、その針葉樹が大好きな虫が大量発生しちゃったらもうその森は終わっちゃうし、で台風が来た時も、今植えてる杉ヒノキって結構同じ高さじゃないですか。でそうすると揺れが共鳴してどんどん揺れが大きくなってまた風で倒れちゃう。でその点いろんな種類が埋まってるといろんなアクシデントに対して強い種類が生き残る可能性がある。なので、長期的に見て安定性があるのは多様性の高い森林だろうっていうふうに考えてます。地球規模の気候変動に関する研究も進んでいます。温暖化が植物や土壌にどのような影響を与えるのか、このソーラーパネルを使って調べているのです。でここから電気を向こうに持ってって、でその電気が流れると暖かくなるケーブル、脳電ケーブルっていうんですけど、それを地中に埋めてですね、土壌を温めてます。今分かってきているのは、その土壌の分解機能ですか、分解機能が上がるというのが分かってきました。土壌を温めることで分解がすごく早くなるってことですねっていうのが分かってきました。和歌山研究林の奥にそびえる巨大な研究設備、ジャングルジムとも呼ばれる木々の上部を観察できるタワーです。これまでですね、森の研究では林床、下の方ですね、我々が立っているところです。そういうところで研究することが多かったんですが、林間、上の葉っぱのあるところですねでの研究がなかなか進んでいませんでした。けども90年代になってこういう大きなジャングルジムとか、あとは苫小牧研究にある林間クレーンですね。でここではですね、赤樫の転葉のパターン、転葉とは葉っぱの開くタイミングがですね、どういう季節でどういうふうに開いていくのかを見てみたりとか、あとは繁殖ですね、どういう枝がどういう条件の時にどんぐりを作るのかっていうようなことを研究しています。大きな木が地球規模の気候変動にどのように反応しているのか、少しずつ解明が進んでいます。本州にあるもう一つの北大、和歌山研究林。この豊かな森を維持することができた理由は何だったのでしょうか。
ここあと5年もすればですね100年になります。でこれまでこの100年続いてきた理由としては多分地域住民の方といろいろ協力し合いながらですねやってきた結果がこの歴史になっていると思います。学生たちにですねバトンタッチしていきながらさらに学生さらに子供ですねとか孫世代にどんどん引き継いでもらいながらですね今後もますますこの研究林が続いていけばいいなと思っています。サステイナブルや SDGs といった言葉の本当の意味をここに来ることで身をもって理解できると中村先生は言います。北海道大学和歌山研究林はこれからもこの南の森から貴重な研究成果を発信し続けていきます。